ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールドは F86 セーバー MiG-15 の落とし方を教えます編をお届けします。なんかひよっこパイロットの分際でずいぶん上から目線のタイトルだよね。確かにそれは思ったんだけど、この動画を作るときに何十回も MiG-15 と戦って最初は全く歯が立たなかったんだけど、やっとまともに撃墜できるようになったので、その内容をみんなに見てもらおうかなと思って作ったんだよ。でも MiG-15 って北斗の拳でいうところのザコキャラでしょ。おいおい、何者だ。みーくん、騎馬一族のコスプレか。パピヒデムボーン。確かに1979年に発刊されたマルメカニック F86 セーバーによると、朝鮮戦争で撃墜792機、損失78機でキルレシオ撃墜対非撃墜比率10対1だったが、上昇力と加速力は MiG-15 が勝り、パイロットの連度と照準装置はアメリカ空軍が上で、他は性能はキルレシオ10になるほどの決定的な差はないんだけど、ここまで差が広がると議論が絶えないという懐疑的な見方が書いてありました。実際に1990年代半ばにキルレシオ4対1であったことはアメリカが公式に修正しています。なんか大本営発表のインチキな感じだよね。まあいつの時代も戦果を華々しく見せたがる傾向はあるよね。このゲームで MiG-15 と戦ってみたんだけど、雑魚キャラなんかではなくてむしろ強敵なんだよ。じゃあ実際に戦いながら撃墜方法を伝えていきますね。でもモッキーは空自のパイロットみたいに専門知識を教えてもらったわけでもないし、本やネットデータ知識とパソコンとプレステでやったフライトシムの経験しかないし、実際に MiG-15 と戦ったわけではないので、あくまでも独学なので間違っていたら許してくださいね。まあ日本人で MiG-15 と戦った人はいないし、逆にいたら驚くよ。最初にドロップタンクの切り離しで敵機を発見したら、翼に取り付けてある増設燃料タンクを切り離します。ドロップタンクの切り離しはコックピット左側にあるドロップタンクコントロールパネルで行います。これはどのドロップタンクを落とすかを決めるセレクタースイッチです。大きく分けて2通り選択します。左側がタンクを1個ずつ投棄する際に合わせます。右側が2個ずつ投棄します。基本は2個同時に切り離します。片方だと機体のバランスが悪くなり、機体が傾きます。セレクタースイッチを動かすには、マウス操作かキーボードでは反時計回りが左コントロールと左シフトと F キーで、時計回りが左コントロール、左シフトと T キー、フォータス X56 では飛行時はすべて M1 モードの SW1 と2に割り当てています。左上のオールタンクオフはタンクを切り離さない。右のアウト BD オン JETT は外側のタンクを2個同時に落とします。落とし方はタンクジェッソンボタンをマウスでクリックするか、キーボードでは左コントロールと左シフトと D キーで、フォータス X56 では G プッシュに割り当てています。右下の InBD on JETT は内側のタンクを2個同時に落とします。基本の兵装は外側がタンクで内側が爆弾やロケット、ミサイルなので、通常はセレクタースイッチを変更する必要はありません。ドッグファイトの基本はいかに敵の後方に回り込むかです。言い換えると、自分も敵に後方を取られないことが大切です。そのため後方確認用のバックミラーは重要です。バックミラーを直接マウスでクリックするか、キーボードでは M キーを押します。ひよっこパイロットが敵機に落とされる典型的なパターンがこのように目の前の敵だけを見て周りを見ていない。背後に敵がいるのに気づいた時にはもう回避運動もできず銃撃されて撃墜するパターンです。大空の侍こと酒井三郎氏の言葉を借りれば、空戦は前に後ろ9だそうです。ちょっと計算が合わない気もするけど、まあ
それほど後方確認は前方以上に大切ってことだね。後ろを振り返るにはキーボードでは点キーの4か6で後ろを振り向くんですが、できればフライトスティックやゲームパッドにアナログスティックがついてると振り返りが楽になります。フォータス X56 ではスロットル側についているミニアナログスティックを使っています。スティックを押している間その方向を向き、離すと正面に戻るので非常に使い勝手がいいです。敵機に背後を取られた時の回避方法をお伝えします。まず上昇して敵から逃げる方法ですが、これはあまりお勧めしません。理由は MiG-15 の方が圧倒的に上昇力は上です。宙返りして逃げるのもありですが、スピードがないと失速してしまいます。次に背面からの急降下、スプリット S が有効ですが、これも高度がないと地面に激突します。この後地面に激突しました。機動性は F86 の方が上なので、一番良い逃げ方は垂直旋回です。ほとんどこれで回避できますが、これもある程度の高度は必要になります。酒井三郎の冷戦操縦という本の中で横滑りをしながら車線回避の方法が書いてあったので、このゲームでこの方法が有効かを試してみたいと思います。飛行機の正しい旋回は3打のバランスがうまく釣り合って旋回する釣り合い旋回を言います。そしてこのゲームの F86 はオートラダーになっているので、急旋回をしても旋回系のボールが中心に来ます。釣り合い旋回は優等生の旋回とも言えますが、酒井三郎氏曰く、空戦では優等生の飛び方では落とされてしまうと書いてあります。横滑りは操縦桿を左右どちらかに少し倒し、それと同時に反対側のフットバーを踏み込むことで生じます。この図では右に操縦桿を倒し、左のフットバーを踏み込むが、エルロンを効かせすぎて機体は右にバンクして横滑りを起こします。この場合は方向打を効かせすぎて、バンク方向とは逆の方向に機体が滑ります。先ほどこの機体はオートラダーと説明しましたが、だからといってラダーが全く操作できないわけではありません。ラダーはキーボードでは Z と X キーですが、これはできるだけフライトスティックを使って操作した方が良いです。フォータス X56 ではスティックをひねることでラダー操作を行います。背後から敵機が迫っていますが、水平飛行ではだいたい 0.4 ノーティカルマイルあたりで発砲してきます。あまり早く回避運動を行うと未来予測位置に射撃されてしまいますので、ある程度引きつける必要があります。この頃合いを測るのは非常に難しいので、 0.5 ノーティカルマイルで回避します。スティックを左にひねって左ラダーを押し込みながら、スティックは右に倒します。操作に余裕があればエアブレーキをかけて減速して、敵機に修正射撃の余裕を与えないとより効果的です。実戦と違ってあくまでもゲームなので撃墜されても構わないのですが、後方確認と回避方法をしっかりすることによって落とされる確率はぐっと減ります。機銃はインテークに 12.7mm 機銃6門を装備していて、これはトリガーを引きっぱなしにするとだいたい14秒で弾を撃ち尽くします。次に戦闘中に起こる厄介な現象について説明します。最初にブラックアウトです。これは下半身側に強い G がかかり、脳に血液が供給できず目の前が暗くなり、最後には意識を失います。この場合スティックを少し戻して旋回を緩めると視界が回復します。さらに厄介なのはレッドアウトです。ブラックアウトとは逆に頭部側に大きな G がかかり、血液が眼球に集中して視野が赤くなる現象です。こちらは先ほどのブラックアウトより危険なので、視野が赤くなったら直ちに旋回をやめて回復する必要があります。レーダー照準装置について説明します。レーダーで敵機を追尾するといっても、
ミサイルのように機銃弾自体が敵機を勝手によって命中するというものではありません。あくまでも発射した機銃弾がどの位置に向かうかを示してくれます。そしてそのためにあらかじめ手順が必要になります。これはジャイロが損傷するのを避けるために、地上を移動する際や離陸・着陸の際は左のケージに合わせますが、通常は右のアンケージの位置にします。マウス操作かキーボードの割り当てがないので、独自に割り当てる必要があります。これは照準レチクルの照明の強度を調整するためのダイヤルです。レーダーの出力強度を調整するためのダイヤルです。ほとんど使わないのですが、低高度の際は少し強度を減らすことを推奨しますとマニュアルには書いてあります。レーダー測距装置が作動すると、レーダー目標表示灯が点灯します。ターゲットをロックし、追跡を開始します。サイトレンジダイヤルはターゲット範囲を表示します。レーダーによって提供された距離データを示します。こちらは敵機の翼幅を入力します。ターゲットサイズは30フィートから120フィートで、コンピューターの計算に使用されます。ちなみに MiG-15 の翼幅は33フィートなので、特にこれを動かすこともありませんが、変更はキーボードではカンマまたはスラッシュを使用します。スロットルに組み込まれているレンジスイープレオスタットノブを反時計回りに回して、照準レチクルを小さくして、ジャイロの際運動率を最大に設定します。キーボードではセミコロン、フォータス X56 ではロータリー2の反時計回りに設定しています。次に敵機を照準レチクル内にケージ、閉じ込める作業です。でも敵機は頻繁に動いてるし、この機体も動いているので、照準レチクルが目まぐるしく動きます。その中に敵機を入れるのは結構大変な作業です。一つの方法は、このサイトメカニカルケージングレバーをケージ側にして照準レチクルを固定にする方法がありますが、いちいちこのレバーを操作するのも煩わしいので、サイトエレクトリカルケージングボタンを使用します。キーボードでは本来タブキーのはずですが、うまく設定できなかったので、左手が届きそうな無変換に設定しています。フォータス X56 ではスティック側についている D ボタンを使用しています。このボタンを押している間は照準レチクルが安定します。照準レチクルに敵を掲示すると、レーダー目標表示灯が点灯し、ターゲットをロック追跡を開始します。その状態になったらケージを外し、アンケージ状態で敵の背後を取ります。敵の背後を取ったら、レンジスイープレオスタットノブを時計回りにしてレンジ幅を最小にします。キーボードではコロン、フォータス X56 ではロータリー2の時計回りに設定しています。照準レチクルは拡大します。照準レチクルの中心点に敵機を重ねて射撃を開始します。確かに敵機に 12.7mm 機銃は当たってはいるんですが、実際に現場からも 12.7mm 機銃では威力不足との報告もありますが、数発命中しただけでは何事もなかったように敵機は飛び続けます。ギリギリまで敵機を引きつけてから必殺の一撃を加えるよりも、多少離れていても敵機の進路上に弾幕を張り、そこに敵を追いやるやり方の方が有効です。最後にガンカメラの設定に関してお伝えして終わりです。設定はオプションのスペシャル F86 をクリックしてガンカメラモードを選択します。トラックはリプレイでの表示、オンはすぐに表示されます。
今回のミグ15の落とし方を教えます編はいかがでしたでしょうか。次回はミサイルと爆弾に関してお届けします。この F86 シリーズ以外にも順次コンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。じゃあ次回も頑張って作っていきますので、みんな見てねー。